トップバッターは、薬屋の独り言を紹介するわ。原作は、小説家になろうで連載されたライトノベル作品で、メディアミックスとして、2023年にアニメ放送されたわ。一時期話題になってたのだけは知ってるが、詳しく解説してほしいぜ。本作は、中華風のファンタジー世界が舞台となっていて、そこにある帝国リーの皇宮で起こる、様々な事件を解決していく物語よ。帝国の皇宮、これはドロドロさを感じるな。主人公は、薬師として働く少女のマオマオで、彼女が冒頭で、いきなり人さらいに遭ってしまうところから始まるわ。いきなり人さらい、治安がゴッサムレベルだぜ。で、主人公がアーレイされてしまうとか、そういうあれか？幸いというか、そういう展開ではないわ。マオマオは高級に下女として、売られてしまうの。そこで年季が終わるまで、おとなしくひっそりと勤めを果たして帰ろうと思っていたのだけど、宮中を騒がせていた王子の衰弱事件を、持ち前の毒物に対する知識によって解決。そのせいで、宦官の人死に目をつけられてしまい、そこから皇宮内の事件解決を手伝わされることになる、という感じね。宦官ってあれだよな、アームストロング砲を切り落とした男の管理のことだよな。アームストロング砲？言うな。そうね、しかも人死は女性と見間違えられるほどの美形で、宮中では下女だけでなく、男性の武官からも、高い人気を得ている人物だったわ。ああ、コミカライズ版が、2社から出ているのが特徴的で、両者を合わせた累計発行部数は、3800万部を超える大ヒット作となっているわ。それはすごい人気だぜ。当然、アニメ版もかなりの人気を集めたけど、もともと、高級が舞台ということ、そしてマオマオが花街の出身ということもあり、セリフや表現の中に、かなりギリギリなものが含まれていたのよ。ギリギリというと？例えば、第2話にて美薬の話になって、マオマオが作ったそれを食べた侍女たちが、かなりな雰囲気になっていたわ。また、第4話では皇帝の妃の一人であるリファが、とある理由で、もう皇帝からの寵愛を受けられないのでは、と心配するのだけど、これにマオマオが、花街にいた時に知ったとある秘技を彼女に伝授するの。それによりリファは再び、皇帝からの寵愛を受けられるようになったわ。その秘技ってのは何なんだ？まあ、彼女がそれはもう見事なたわわを実らせていたことから、大体、察しはつくでしょう？なるほど、パイをズリズリしたってわけか。やめんか。ともかく、こういった表現が多かったことから、本作を見た子供などから、これどういうこと？などと聞かれた親たちは、説明に困り、非常に気まずい思いをしたのよ。子供ってのは、無垢で残酷なもんだぜ。まあ、高級が舞台という点を知っていたなら、まず子供と一緒に見るべきではないわよね。2025年に、アニメ2期の放送が予定されているから、その際は、なるべく親だけで見るようにしてほしいものね。本作は Hulu、ディズニープラス、Unext などの、各種配信サービスで、視聴できるわ。2作品目は地獄楽を紹介するわ。少年ジャンププラスにて、連載されていた漫画作品で、2023年にアニメ放送されていたわ。確かマッパ制作のアニメだったな。物語の舞台は江戸時代の末期で、かつて最強の忍びとされ、他方から恐れられていた主人公のガビマルは、今は、資材人として捕まっていたの。いきなり捕まっとるんかい。そんな中、とある島から不老不死の薬を持ち帰れば、無罪放免となるということを、告げられるの。そしてガビマルは、愛する妻にもう一度会うためという目的のため、その話に乗ることにするのよ。愛する妻に会うため、なんという感動的な理由だ。ちなみに、ガビマルの設定年齢は16歳よ。なんというリア充、爆発してしまえ。でも、とても愛妻家で、妻のユイのことを侮辱されると激怒してしまい、他の女性には、一切なびくこともないの。一途すぎていじれない。無理していじるんじゃない。本作は、不老不死の薬をめぐっての死闘を描く作品となっているから、当然のように、かなりグロな表現が散見されるわ。それはそうだろうな。でもそれ以上に、視聴者が気まずくなってしまう要因があったの。どういうことだ？本作には万物に内在する力として、タオと呼ばれるものが登場するわ。生物だけでなく、無機物にも備わっている力で、作中に登場する忍術も、このタオを利用しているとされているの。読んで字のごとし、気力みたいなもんだな。実は本作では、このタオに関係して濃厚で、なシーンがたびたび描かれるのよ。ほう、それは詳しく頼む。鼻息を荒くすな。例として第6話では、女性同士の濃厚なシーンが書かれたり、第7話でも一緒にまぐわらないという、ド直球なセリフが出てきたりするわ。ストレートな夜のお誘い、そういうの嫌いじゃないぜ。だから鼻息を抑えろ。あまり、子供と見るような作品ではないと思うけど、そうじゃなくても、家族がいる中で見るのは、なかなか勇気が必要な作品よね。
確かに、単なるグロより、よほど気まずい雰囲気になってしまうだろうな。ちなみに本作は2回、舞台化もされているわ。その舞台版も合わせて、Unext や Amazon プライムなどで配信されているわ。3作品目は、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようを、紹介するわ。ちょっと、何言ってるかわからない。一回聞いただけじゃ意味不明なタイトルだと思うわ。小説家になろうにて連載されていた、ライトノベル作品で、2023年にアニメ放送されていたわ。さすがな老系、タイトルのインパクトは相当なものだぜ。本作の主人公は、超がつくほどの自動販売機マニアで、ちょっと待て、自動販売機マニアってなんだよ？知らないわよ。でも、公式でもそう紹介されているんだから、仕方ないでしょ。世の中って広いよな、ほんと。話を戻すけど、そんな主人公がある時、交通事故の衝撃により、トラックの荷台から飛んできた、自動販売機を受け止めた結果、その下敷きとなって、死んでしまうの。もうなんでもありだな。そして彼が目を覚ますと、異世界に自動販売機として転生していたのよ。自動販売機のため、自ら動くことはできず、言葉も、あらかじめ録音されたものしか喋れない。そんな彼が、ヒロインのラッミスに助けられ、自動販売機としての機能を駆使して、様々な敵と戦ったりして活躍していく物語ね。自動販売機が、どうやって敵と戦ったりするんだ？作中ではメントスコーラによって、危機を脱出したりしてるわ。それに、様々な商品を自分から出すことが可能となっていて、主に食料品確保薬として、使われてるわね。無限に商品が出てくるっていうなら、確かに役に立ちそうではあるがな。しかし、そんな内容で気まずいシーンがあるとは、思えないんだが。まあ、そう思うわよね。話としては、さらっと流されてはいるけど、本作の第3話にて、主人公の自販機、ハッコンと名付けられた彼が、人口増加に伴う病気の対策について、相談を受けることになるの。ふむふむ。で、それに対してハッコンは、自身の姿を別な自販機に変えて、とある品を販売するのよ。とある品？ぶっちゃけてしまうと、家族計画のあれよ。コンドーム。当然、その単語そのものは登場しないけど、作中では実物を手に取って、どうやって使うのかななどと、興味津々に相談するという、シュールかつ気まずいシーンが流されたわ。なんというか、詳しく説明するのはちょっと抵抗があるぜ。ちなみに、海外では学校の授業にて、コンドームの使い方を教えたりもするわね。女教師に教えてもらいたいもんだな。黙らっしゃい。本作も Hulu や Unext などの各種配信サービスで視聴することができるわ。また、アニメ2期の制作も決定しているから、今後の動向も気になる作品ね。4作品目は、狼と香辛料の2024年版アニメを紹介するわ。原作は第12回電撃小説大賞の金賞受賞作品で、2008年と2009年に2度アニメ化されていたわ。そして今年になって、リメイクという形で、新作アニメが放送されたのよ。今回紹介するのは、そのリメイク版ってことだな。旅の行商人である、ロレンスという青年を主人公としていて、彼が取引のために訪れた、とある村を後にした時、荷馬車に、密航者を見つけるの。それは、ホロと名乗る獣耳少女だったわ。獣耳。ホロは、村の麦に宿った狼の精霊のようなもので、もともとは、遥か北の大地で生まれた存在だったの。長年、麦の豊作に貢献してきたけど、農業技術が進歩したことで、自分自身がもはや必要とされていないと感じて、ふるさとに帰りたいという思いを、募らせていたわ。ホームシックみたいなもんか。それで、通りかかったロレンスの荷馬車に潜り込んだというわけね。そして、ロレンスは彼女をふるさとに連れて行くことにして、行商をしながら、北の地を目指すという物語となっているわ。ファンタジー作品だが、剣と魔法って感じじゃなくて、牧歌的なのが特徴だな。本作はリメイク版だけど、ロレンスとホロの二人に関しては、2008年版と同じく、福山潤さんと小清水亜美さんが、声を担当しているのも特徴ね。リメイクって言うと、大体声優は全員交代ってなったりするもんだしな。しかし、どちらかというと、ほのぼのとした雰囲気の作風なのに、そんな気まずいシーンなんて、あったりするのか？そこまで過激なシーンというわけでは、ないけどね。本作のヒロインであるホロは、もともとが狼ということもあって、人前で全裸になることに抵抗がない、という設定になってるの。そんなわけで、第2話では二人が雨に降られるシーンがあるのだけど、宿について、濡れた服を脱いで全裸になったホロが、そのままロレンスと会話を続けるのよ。相手が狼だと分かっていても、これはさすがに目のやり場に困るでしょうね。おいロレンス、そこ変われって言いたくなるぜ。
さらに、後になってホロのふるさとが、すでに滅びているかもしれないという話になり、それを聞いたホロは、かなり取り乱してしまうわ。そしてロレンスに、抱いてくれと迫るのよ。なんとハレンチな。ホロが言うには、ふるさとが滅んでいた場合、自分が一人ぼっちだから、子供を作れば二人になる、とのことだったわ。それは確かにそうだが、またストレートな迫り方だな、おい。さすがにロレンスもこれは断るのだけど、ちょっと視聴者としてはドギマギしちゃうわね。そこまで重いシーンでもない分、プラトニックに気まずいな。しかし、スウェーデンクワヌはなんとやらというし、ロレンスは、いっそ思いに応えてやればよかったろうに、もったいない。やめんか。本作はまだ新しいということもあって、各種配信サービスで視聴できるわ。ちなみに2008年版も、Hulu や Unext などで、配信されているわよ。5作品目は、チェンソーマンを紹介するわ。第1部が週刊少年ジャンプにて連載されて、第2部も少年ジャンププラスにて連載中よ。2022年に、アニメ放送されていたわ。今じゃ主流の制作委員会方式を使わず、マッパだけで制作してるのが特徴だったな。コミックスの累計発行部数は、2600万部を突破するほどの人気作であり、ジャンプ作品としては比較的珍しい、ダークヒーローものとなってるわね。そのため、過激な描写やあっと驚くような展開が多いのも、特徴となってるわ。何せ、テーマが悪魔だもんな。そうね、本作といえば、様々な悪魔が登場する作品となっていて、まず主人公のデンジがいきなり死亡して、相棒のチェンソーの悪魔である、ポチタと融合することで、悪魔の力を手に入れて、悪魔と戦うというのが始まりね。ある意味で、今風のデビルマンって感じだな。公安からスカウトを受けたデンジは、そこでデビルハンターとして受け入れられ、仲間と交流していきつつ、徐々にヒーローとして扱われていく、という物語になってるわ。ただの貧乏男子がヒーローになっていく、そういう話、嫌いじゃないぜ。さて、その主人公であるデンジだけど、良くも悪くもおバカであり、等身大の10代という感じの、性格になってるわ。そのため、とにかく異性に対してのな妄想をすることが多く、ことあるごとに、胸を揉みたいとか、おせっせしたいなんて考えてるの。本当、この年頃の男子ってのは、バカなもんだぜ。アニメ作中でも、デンジの妄想がたびたび垂れ流されるため、なかなか、家族がいる時に見るのが、気まずいかもしれないわね。特に、男性視聴者はそうだろうな。後に、同僚のデビルハンターである、パワーちゃんから、大事な猫のニャーコを取り戻したら、胸を揉ませてくれるという約束を取り付け、デンジは戦いの末、見事に猫を取り戻すわ。そして約束通り、パワーちゃんのたわわを揉むことになるのだけど、この時のシーンは、パワーちゃんの喘ぎ声も合わさって、なかなかなものになってるわ。パワーちゃん、なんだかんだスタイル良くて美人だしな、なんて羨ましい。それと、本作といえば、デンジが先輩である姫野と飲みの席でキスをすることになって、その際に盛大にリバースしたという、いわゆるゲロ中が有名だけど、その事件を、姫野がデンジを家に連れ込み、あわやおせっせ、なんてシーンもあって、未遂だったとはいえ、なかなかハラハラさせてくる展開もあったわ。いやー、少年誌でここまでドキドキさせられるとは思わなかったぜ。これもなるべく、一人の時に見た方が良い作品ね。本作も、各種配信サービスで視聴することができるわ。今回の鳥は、アンデッド・アンラックよ。こちらも週刊少年ジャンプにて連載中の漫画作品が原作で、アニメ版は2023年から2024年にかけて放送されていたわ。最近注目を集めている、ジャンプ作品だよな。そうね、次に来る漫画大賞2020のコミックス部門で1位を取り、集英社が今、特に力を入れている作品の一つと言えるわね。気にはなっているんだが、どういう話なんだ？本作の主人公は、真面目でおとなしい性格の持ち主である18歳の少女、出雲風子で、彼女はとある事情から、10年間引きこもり生活をしていたわ。そして、愛読していた少女漫画が完結してしまったことを機に、ついに自殺を決意してしまうの。おう、いきなりハードだな、おい。そんな彼女の前に、筋骨隆々の大柄な男性が現れるわ。彼は風子が持つ、ある能力を狙っていたの。お、なんだ、マッチョに襲われる少女って構図なのか？実は、風子が持つ能力というのは、触れたものに不運をもたらす、アンラックと呼ばれるものだったの。風子は10年前にこの能力のせいで、両親を含む200名以上の人間を、飛行機事故によって、死なせてしまったのよ。そのショックで、引きこもりになってたのか。そして、マッチョの男は不死の能力を持っていて、最高の最後を迎えるため、風子の能力によって、不運にしてもらいたかったの。男は不死、つまりアンデッドということで、風子からアンディと呼ばれるようになるのよ。
二人はユニオンという謎の組織に入り、そこで数々の敵と対峙していくことになるわ。アンディの望みである、最高の最後を得るためにね。へえ、そういう話だったのか。このフーコとアンディのやりとりが、物語の軸となっているのだけど、これがまた、刺激的なシーンが数多く見られるのよ。というとまず、アンディがフーコの能力で不運を得るためには、彼女に接触する必要があるわ。そして、その効果は、対象に好意を抱いているほどに大きくなっていく特徴があるの。対象のことが好きなほど、触れた時に不運をもたらすってわけか？そのため、アンディはグイグイと、彼女に迫ったりするわけよ。さらに戦闘時には、アンディがフーコをおんぶしたり抱き上げたり、時に不運を利用するために、キスをするシーンもあるわ。おお、それはまた。さらに、アンディの不死身は、あくまで肉体だけだから、戦闘ではたびたび、服が破れて全裸になってしまうの。全裸のマッチョと密着する少女という、なかなかに強烈な絵面になってるわけよ。おお、確かに見てて恥ずかしくなってくるな。ちなみにキスをした際に、隕石が落下してくるほどの不運を呼び寄せたことから、アンディはより強い不運を得るためには、次はスダナなんていうのよ。さすがにアニメでは、ここは規制音が鳴っていたけどね。これは気まずい。そんな二人がイチャイチャしながら戦うという、一風変わった戦闘が特徴的で、作品としては、非常におすすめしたいものになってるわね。当然、一人で見ないといけないだろうがな。本作も、Hulu や Netflix、Unext などで配信されているわ。というわけで、意外と気まずいアニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？比較的ライトな気まずさではあるが、確かに家族がいたりすると、見づらい内容だったぜ。下手にに突き抜けてるより、これくらいの方が逆に恥ずかしいかもな。そうかもしれないわね。いっそ、ぐっちゃぐちゃのドロドロなアニメの方が、家族で見られそうだぜ。そうはならんやろ。動画を見てくれたみんなも、他の気まずいアニメについて、コメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。